皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2020年の3月の17日火曜日ですね。時間がまたしても大幅に遅れまして、現在日本時間の夜の10時16分ということで、1時間、20分、16分ぐらい遅れました。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、世界支配階級イコール回収ユダヤ、ロシアの国際金融マフィアの秘密結社、イルミナティの意思決定者は一体誰なのかというのが今日のメインテーマですね。ナンバー1ですね。ということで、今日火曜日の放送を始めたいということで、現時点で、音声も映像も問題なく配信されているということですね。で、昨日月曜日のメインテーマ、女性自身の記事を全文書き起こしましたと。この記事を読めば、安倍晋三首相と厚労省官僚が東京オリンピック開催のために、感染者数と死亡者数を捏造し、日本国民の大量死を狙っていることはよくわかるというのが昨日のメインテーマです。で、それの YouTube 向けの表紙がこういうことですね。安倍晋三オリンピック開催のため大量死を狙っているということで、バックに、女性自身の記事の写真が載ってますね。ということです。現時点での視聴者数ですけど、ツイキャスが284名様、YouTube が377名ですから、両方合わせて661名様ということですね。それから、新型コロナウイルス感染の最新情報ということで、いくつかな4つぐらい挙げてるんですね。で、最初は今や世界標準の PCR ドライブスルー検査、厚労省なぜスルーするのかと。これは日韓現代のですね、昨日の放送の中でも韓国発のドライブスルーがドイツとか米国で本格的に導入されるという中で、日本の厚労省だけがですね、医者がいないと、医者の診察がないから日本では設置しないというとんでもない、電話情報で、設置しない言い訳をしているわけですけど、この記事の中で、韓国は日本の 2倍ですね、25万件の検査を実施するということですね。で、韓国の検査拡大はドライブスルー検査を活用したことが大きいと。ドライブスルー検査は英国、ドイツ、ベルギー、デンマーク、豪州など世界に広まっていると。トランプ大統領もドライブスルー検査の導入により1ヶ月以内に500万件の検査を行うと打ち出していると。これに対して日本、安倍内閣は一体何を考えているかというと、まさに、今年7月24日開催予定の東京オリンピック、できっこないんですけど、それはあくまでもやるんだということで、感染者数が増えるとダメだと、増えると開催できないということで、感染者数を低く抑える、あるいは死亡者数を低く抑えるという情報操作してるんですね。で、特に検査数を極端に、少なくすれば当然ながら感染者数っていうのは少なくなるわけですよね。ですから安倍晋三首相とから厚労省官僚は揃って、検査数を極端に少なくして感染者数を少なくするということ。当然ながら公式発表の死亡者数も少なくなる
いうことですよね。ですからたとえ病院の中で、死亡された肺炎等々で死亡した方の死因をですね、いわゆる季節性インフルエンザあるいは肺炎という他の病名で処理しちゃうので、結局日本の新型コロナウイルス原因で死亡しても、死亡者数は圧倒的に少なくなるという、まさにこの間安倍が得意としているあらゆるスキャンダルをもみ消すために、公的資料公文書も改ざんすると、あるいは GDP の年間成長率をかさ上げするために、GDP のいわゆる、基準をですね勝手に変えちゃうと、そこまでやるんですね、こいつらはね。だから今年の東京オリンピック・パラリンピックを是が非でも何をしてもですね、是が非でも実現するという前提で動いてるから、このようなことになるわけですよね。ですから検査されない感染者数が自由に動き回っていると、日本中を動き回っているということで、当然ながら実際の感染者数っていうのは昨日の段階だといくらですか、1500名、クルーズ船の700名を含めた1500名どこじゃないでしょうね。2倍3倍ぐらいじゃないですか、実際は。そういう恐ろしいことが安倍の独裁体制の中で強行されていると。それに厚労省官僚が共犯として協力しているということですよね。だからおそらく厚労省の中に戦前の731部隊の戦犯、戦争犯罪人の流れがですね、脈々と受け継がれているということでしょうね。あるいは感染症研究所、日本のその中にも、731部隊の人脈がずっと受け継がれているということでしょうね。これが今日の最新情報の1ですね。から2として、これは中国の国際放送局3月16日付で CRI っていうんですね。中国国際放送局で、米国にはウイルス起源の精査に協力する責任があるという記事を掲載してるんですね。これ重要な記事なんでちょっと読みますね。先頃行われた米議会下院の新型コロナウイルス感染症に関する公聴会で次のようなやり取りがあったと、ハーレー・ルーダー下院議員からの米国には死因をインフルエンザにするものとされたが、実際には新型コロナウイルスの感染で死亡した人がいるのかと、そういう質問をしたんですね。それに対して米疾病予防管理センター CDC のロバート・レッドフィールド主任は、これまでに米国で実際にそのように診断された症例がいくつかあると回答したと。このニュースが出ると世論が騒然としたと。このやり取りは米国では新型コロナウイルスの感染による死亡症例をインフルエンザによるものと誤認されたケースを認めたようなものであり、新型コロナウイルスの起源は米国なのではないかという疑念をさら
疑念にさらなる証拠を提供するものだったと。で、時系列で振り返ってみようと。米国の今回のインフルエンザシーズンの始まりは2019年9月だと。インフルエンザですね。で、同年10月、米軍人が参加した武漢での第7回ミリタリーワールドゲームズの期間中、輸入感染症に感染した外国選手がいたと。同年12月、武漢での最初の新型コロナウイルスに感染した患者が発症したと。前述の5人を米国が認めた以上、新型コロナウイルスの起源は米国なのではないかという疑念は筋が通っているということですね。だからすでに去年の9月の段階でなんか武漢で米軍人が参加した第7回ミリタリーワールドゲームというのがあったんですね。その期間中、輸入感染症に感染した外国選手がいたんだと。輸入って米軍だということですね。で、カナダのシンクタンクであるグローバルリサーチはこのほど発表した文書で、中国台湾地区のウイルス学者の分析を引用し、イランとイタリアで感染が広がっているウイルスの起源について、両国はすでに現地で流行しているウイルスのゲノムを公開しており、中国で流行したものとは異なることが分かったと。これはウイルスの起源が中国ではないことを意味していると指摘していると。文書はさらに、西側メディアが集中的に中国に目を向けていたため、新型コロナウイルスは中国から他の国へ広がったと思い込む人が多いが、それは誤りであることが証明されたようだとも指摘していると。これは重要な指摘ですよね。イランとイタリアの感染が広がっているが、このウイルスのゲノム解析の結果、中国で流行したものとは異なると。だから中国が起源ではないんだというのをカナダのシンクタンクグローバルリサーチが発表したんですね。世界規模での感染対策は現在山場を迎えていると。ウイルスの起源を探ることは科学的な問題であり、専門的な意見に耳を傾けなければならないと。米国に対しては自国の感染対策を全うするとともに、科学的専門的理性的な原則に基づく国際社会と協力し、ウイルスの起源という重要な問題をはっきりさせ、事実をもって人々の疑念に応え、全世界に納得のいく説明を求めたいという、これは至極真っ当な意見ですよね。これね、これは中国の国際放送局が報道した内容ですね。3月16日から3番目、新型コロナワクチンの臨床試験開始と45人に投与と、米 NIH と。これは3月の17日だから今日付の CNN ニュースジャパンですね。これも重要な記事なので読みますね。新型コロナウイルスに対するワクチンの臨床試験が始まったと。で CNN ですね、新型コロナウイルスのワクチン開発を進めている米国立保健研究所 NIH の国立アレルギー感染症研究所NIAID にNIAID っていうんですかねは16日、臨床試験の第1段階に入ったと発表したと。第1段階ではワクチンの安全性を確認し、期待する免疫反応が得られるかどうかを試すと。期間は6週間で、健康な成人、計45人が対象と、1ヶ月の間を置いて第2回、計2回、さまざまな量を投与すると。で実用化までは多数の対象者に投与する試験も実施する必要があり、今後何ヶ月もかかる見通しだと。ワクチンはニアイドの研究者らが米バイオテクノロジー会社モデルナと共同で開発したと。タンパク質の遺伝情報を運ぶ
メッセンジャー RNA、mRNA を投与して体内に抗体を作り、免疫反応を起こさせると。臨床試験はニアイドの出資でワシントン州のカイザーパーマネント医療研究所が実施していると。ニアイドはこれまでに同じくコロナウイルスを原因とする SARS、重症急性呼吸症候群や MARS、中等呼吸症候群の研究に取り組み、MARS では実験段階のワクチンを扱ってきた経験をもとに、画期的な速さで臨床試験を立ち上げることができたとしているということですね。ようやくワクチンの開発が実験段階、人体への投与の段階に来たと。それでもやはり1年ぐらいかかるわけですよね。から4番目、EU へ渡航禁止と、域外から10日間、30日か、欧州委員会が提案したということで、欧州連合 EU の欧州委員会は16日、欧州で感染が拡大する新型コロナウイルス対策として、EU 域外から域内への不要不急な移動を制限する計画を加盟国に提示したと。期間は30日間とし、必要に応じて延長すると。世界保健機構 WHO から欧州が震源地と指摘され、ウイルスの抑え込みに全力を挙げる考えだと。ファン・デ・ア・ライエン欧州委員長はビデオメッセージで、移動が少なくなればなるほど我々はウイルスを封じ込められると述べ、不要不急の旅行や出張をやめるよう理解を求めたと。 EU 域内の移動の自由を認めるシェンゲン協定に加盟する非 EU のスイスやノルウェーなども含まれるということですね。から今日の画像ですね。これは今日のメインテーマの画像なんですけど、世界支配階級回収であるロシアで国際金融マフィアの秘密結社イルミナティの最高幹部だったアルバート・パイク、アメリカの南北戦争の時の南軍の総司令官だったんですね。これはもうイルミナティ最高幹部ですよ。で今日のメインテーマですけど、彼が世界、統一政府の樹立のためには3つの世界大戦が必要だということを1871年の同じイルミナティ最高幹部のイタリア人に書いた手紙の中で言ってるんですね。で第一次世界大戦が必要だと。でそれは目的はロシアを破壊することだと。でその通りになったんですよね。ロシア革命が起こって、で第二次世界大戦、これはドイツを破壊するためだということで、まさに、ナチスドイツ壊滅の第二次世界大戦で、第三次世界大戦、これはアラブ諸国、アラブ国とそれから、ユダヤとの間で、戦争が起こって、それがきっかけにして第三次世界大戦に拡大すると。第三次世界大戦はシオニストとアラブとの間で起こると。イルミナティエージェントが引き起こすと。意見の相違によって起こるべきであると。世界的な紛争の拡大が計画されていると。こういうことを1871年に述べてるんですね。だから彼こそがイルミナティの意思決定者の一人なんですよね、これ。そして、おなじみのイルミナティカードの中にワールドウォー
3として、このように、核戦争ですよね。カードがもうすでに用意されていると、予告されているということにね。ということで、今まで、のところをアップしますね。昨日のメインテーマ。昨日の女性自身の記事の全文書き起こしと、でその記事を読めばですね、安倍晋三首相と厚生省官僚は、東京オリンピックを是が非でも実現するために意図的に、検査数を少なくすると意図的にしてるわけですよね。で結果日本の感染者数が少なくなるということで、世界中で感染者数が激増している中で日本だけは成功しているから制御しているからと。だから福島第一原発事故と同じですね。すでに、あの事故は制御されてますということで大嘘をついて東京オリンピックに、を金で買収して持ってきたわけですね。それと全く同じなんですよね。彼がやろうとしているのは世界中で新型コロナウイルスの感染者数死者数が増えている中で日本だけが我々の努力によって、低く抑えられているからぜひ、東京オリンピックを予定通り7月24日開会でやることができますよという状況を意図的に作ろうとしているわけですよね。でその結果何が起こるかというと最悪の事態が起こるわけですよね。ということは検査されなくて感染している人が自由に移動するということで、バタバタと感染者が増えると。でも表向きは新型コロナウイルスの感染者じゃないと、いわゆる季節性のインフルエンザあるいは肺炎で亡くなるというふうに別の病気名で死亡者がカウントされないということを狙っているわけですよね。K さん、考えることは同じパターンですねと。流行のピークを後に持っていきたいという言葉を言うと、そのピークがちょうどオリンピックの時期に重なりますと。どっちにしてもできないと。できっこないですよ。できないことをあいつはやるんだということで、ありとあらゆる法律違反、人の命財産を犠牲にしてでもやるわけですよね、官僚を使って。から砂月さん、朝が早かったので体力的にダウン、あとよろしくと。そうですか、はい、お大事にですね。それからYouTube の表紙ですね。今日の昨日の現時点での視聴者数2つ合わせて641と661か。石森さん、お大事にしてくださいという、そうですね、砂月さんに対するお言葉ですね。それと最新情報ですね。日本だけですよ。検査数を意図的に少なくするためにドライブスルーも採用しないと。
全く嘘を言ってるわけですよね。ドライブスルーは医師の診察がないから日本では採用しないって言うんだけど、実際は医師がちゃんと診察してるんですよ。韓国でもドイツでもアメリカでも大嘘をついて、いるわけですよね。それからこれが非常に重要なあれですね、中国国際放送局の昨日付の記事ですね。要するに中国の武漢で、最初の新型コロナウイルスの感染者が去年の12月に報告されたということが一般的に認知されてますけど、実はアメリカでそれ以前にインフルエンザの感染者と誤診されて、実は新型コロナウイルスの感染者だったという症例がいくつかありますよっていうのが公式のアメリカの CDC のスタッフが言ってるわけですよね。そして去年の9月に武漢で行われた米軍人も参加したなんかミリタリーゲームに、参加した参加者がいわゆる他の国から来たウイルスに感染したということなんですね。だからそのことをもって、感染源は中国と言われてますけど、実際はアメリカじゃないかという疑念があると。そのことに対して科学的理性的なこの新型コロナウイルスの起源というかどっから来たのかということの真相をアメリカは追求し発表する義務があるという至極まともな記事だと思うんですけどね。それから新型コロナウイルスのワクチンの臨床試験が始まったということですね、アメリカで。そして欧州では域内に域外から入国もあるいは入国ができなくなると、国境を封鎖するという計画30日間が発表されたんですね。まだ実際に実施されてないですよ。早晩実施されるんじゃないですかということです。そして今日の画像ですね。今日の画像は今日のメインテーマで取り上げます画像ですね。アルバート・パイクというイルミナティの最高幹部、彼の銅像がですね、なぜかアメリカのワシントンの司法省の前にデーンと建てられていると。南軍の将軍だったアルバート・パイクの銅像がワシントンの司法省の前の広場に建てられてるっていうのは一体何なのかという、これはもう完全にイルミナティの最高幹部として、その存在をですね、誇示する勢力が元として存在するということですよね。普通だったら南軍の将軍の銅像なんか絶対、ワシントンの政治の中枢の場所に置きっこないですよね。これはあれと似てるんじゃないですか。楠木正成の銅像が江戸城のところに今でもあると
いう北朝系の南朝ですよね。楠木正成っていうのは南朝ですよね。そして歴代の天皇家っていうのは北朝系ですよね。なんで南朝系の楠木正成の銅像が江戸城跡に残ってんだということですよね。これはもう要するに明治維新が南朝系の田臥マフィアによって、イギリス政府とそれからイルミナティの財政援助、軍事援助、戦略指南を背景にして、北朝系天皇を暗殺して成就したんだということを暗に示しているからでしょうね。アルバート・パイクの銅像が現として、ワシントンの中心部に置かれているっていうことは今現在も特にアルバート・パイクっていうのは弁護士だったんで、アメリカの司法省の隠然たる人脈がずっと続いているということを言ってるんじゃないですかね。からイルミナティカードの第三次世界大戦が予告されているということですね。皆さんからのコメント。キララカットさん、コンティニューコイン2枚ですね。それから砂ずきんさん、日本の医療の原点、731部隊の関係者のその後の職業、役職及び厚労省との関係、福島と731部隊、遠い森、遠い、これなんだろう、遠い声かな。これ面白そうですね。グーですね。ブログですね。雪丸まさん、肺炎で亡くなった人の遺体は消毒して24時間以内に火葬してもよいと国から葬儀社に指示があったとツイッターで、告発がありましたと。これも証拠隠滅ですかね。ここまでするんですね。しかしね、だから普通だったら24時間最低置かないといけないんですよね。亡くなった人、なんか事件性があった場合はすぐ、検視できるように。でその原則を破って24時間以内にすぐに火葬していいよと、証拠隠滅していいよという厚労省の通達があったということなんですかね。恐ろしいですね。そこまでやるんですね。から砂ずきんさん、山崎氏のキャスは一行一言コメントが集団嵐行為があってから禁止と。このキャスの目的は情報の拡散共有、ご賛同ならツイッター連携で拡散共有お願いしますと。毎回、このメッセージ入れていただいてありがとうございました。から砂ずきんさん、世界試合、今日のメインテーマですね。ただいま配信中と。から石森さん、山崎康子氏、ワイワイニュースライブ配信中です。雪丸馬さん、医師が検査申請した患者5000件検査拒否されていたことが国会の資料の中に見つかったと。ひどいね。だから医者が5000件検査が必要だと言っても保健所が厚労省から命令を受けている保健所が拒否するわけですよね。検査を受けられないと。もうものすごいことをしてるんですね。もうこれは権力犯罪そのものでしょう。石森さん、コンティニューコイン配信ありがとうございますと。から DT&DT さん、お茶箱10から雪丸馬さん、クラッカーですね。K さん、コンティニューコインと。そして今日の放送の前ですね、砂ずきんさん、
感染症対策組織を解散していたトランプと、原発安全装置を壊した小泉と、全電源喪失の対策を取らないとダメと、みんな共通してますね。ひどいね。トランプがそうだったんだ。から砂月さん、トランプ不要なところにお金は使わないと、アメリカコロナ最新情報と。から砂月さん、怖い集団主義病ということで、本沢二郎の日本の風景3627ですね。から砂月さん、2日で25万ドル集めたチェルシー・マニング支援者、マスコミに載らない海外記事とですね。それからすべて佐川局長の指示ですと。これ明日発売の文春ですね。森友事件で自殺した財務省職員の遺書を入手したということで、これはもう完全にあれですよね。殺人ですよね、これね。佐川。今何やってるんでしたっけね、佐川っていうのは。出世したんですよね。財務省の事務次官ナンバー2かナンバー3になってるんですね。何でしたっけ。から翔さん、コンティニューコインですね。はい。そして今日の映像ですね。これなかなかいい映像ですね。BBC 日本語の字幕がついているパンデミックとは何かと。過去の世界的流行を振り返るっていう2分25秒の映像ですね。これの書き起こしをちょっとしましたので、読みますね。字幕の書き起こし1、パンデミックとは何かと。広域で病気が流行し、世界中の非常に多くの人々に影響を及ぼす状況を指すと。これメリアム・ウェブスター社の定義なんですね。で、スペイン風邪、これは1918年スペイン風邪で世界中で約5000万人が死亡したと。すごいですね。5000万から1億人と言われてますよね、ウィキペディアでは。そして3番目、アジア風邪、1957年シンガポールで最初の症例が報告されたと。約110万人が死亡したと。4番目、香港風邪、1968年に発生し、香港で約50万人が死亡したと。香港風邪はアジア全域に拡大し、欧州にも到達したと。ベトナムから帰国した米兵が感染していたと。米国内で何万人も死亡したと。これ香港風邪。そして新型インフルエンザ、これは2009年新型インフルエンザで最大20万人が死亡したと。メキシコで最初に確認された豚に感染する豚インフルエンザウイルスに似ていると。感染者のうち死亡する割合は非常に低いと。 HIV やポリオのウイルスの方が死亡率が高かったということですね。これ HIV エイズですね。1981年米国で初めて報告されたと。世界中で約7500万人が感染し、約3200万人が死亡したと。すごいですね。3200万人が死亡したと。で、7番目が今回の COVID-19 新型コロナウイルスですね。数千人がすでに死亡していると。で、WHO は緊急な対策が必要だとしていると。こういう字幕ですね。これをアップしますね。今日の映像。字幕起こし、パンデミック。
それからスペイン風邪1918年、アジア風邪1957年、シンガポールで全体で110万人、スペイン風邪5000万人、でアジア風邪シンガポール57年110万人、それから香港風邪、これは1968年香港で、約50万人が死亡したと。でその後アジア全域に広がり欧州まで行ったと。そしてベトナムから帰国した米兵にも感染して、アメリカで数万人が死亡したということですね。そして、新型インフルエンザ、これは2009年ですね、メキシコで最初に報告され、豚インフルエンザ、豚に感染するウイルスに似ているということで、約で死亡率は低いんですね。そして、HIV、エイズですね。これすごいですね。7500万人が感染し、そのうち約半分が死亡したんですね。3200万人が死亡したと。今はほとんど治るんじゃないですか。そして現在の COVID-19 ではすでに数千人が、全世界で5000人ぐらいですよね、今のところ。ということです。ぜひこの BBC の映像をご覧ください。で、今日の注目情報ですね。これは検査拡大を訴える大谷クリニック院長がモーニングショーから消えたと。常年司の卑劣デマ攻撃、検査不要派とネトウヨのこれは電話攻撃なんですかね。リテラですね。ネトウヨを使って、放送局に猛烈な抗議をかけるという、これファシストの手口ですよね。そして、その大谷さんが出演できなくなるように脅しをかけるということですよね。もうファシズムですね、これはね。でそれの温度を取ったのが常年司っていうんですか、正体不明の小説家なんですかね、経済評論家かなんか知らんけど、DHC の極ネトウヨ向けの番組に虎ノ門テレビっていうんですか、よく出てる人間らしいですけどね。今日の注目情報ですね、リテラ。そして今日の推奨本の朗読ですね。これずっと朗読してますけど、今日は第41回目ですね。スーパーマーケットでの小さな事件というところで2ページです。ここ読みますね。グレタの体重が再び増加し始めてから1年以上が経ったと。今彼女は毎日同じものを食べていると。ランチはパンケーキ2枚とライス。学校の休憩時間にそれを一人で食べると。口に入れるのは1種類ずつ。
ソースをかけたり具を乗せたりすることはないと。ジャムもバターもつけないと。彼女は味と匂いに極端に敏感なので、食べるものは混ざっていてはいけないと。夕食には醤油味のヌードルとポテト2個とアボカド1個と。グレタは新しいものを食べるのは好きじゃないと。でも食べ物の匂いを嗅ぐのは大好きだと。体調が最悪だった時でも一人で食料貯蔵室へ行き、何時間もかかって全パッケージの匂いを嗅いでいたと。家族で外食した時も、朝食ビュッフェやサラダバーの周りを歩き、匂いを楽しむと。ビュッフェがなければ他のものをと。ある日、スーパーマーケットでワッフルの試食販売をしていたと。テーブルの上にはジャムとクリームが乗った小さなワッフルが10個。グレタはそこに行き、全部の匂いを嗅いだと。するとグレタの鼻がジャムとクリームにくっつきそうになるのを見て、販売員がこう言ったと。全部食べてくださいと。そのトゲのある態度にグレタは身を固くしたと。この子にはアスペルガーの症状があるんですと私が割って入ったと。それから選択性、これなんだろう、黙るです。なんとか症もあって、ちょっと漢字が読めないですね。異目症っていうのかな。家族のような親近者としか話をしませんと。摂食障害もあるからそのワッフルが食べられないんですと。でも食べ物の匂いを嗅ぐのは好きなんです。なるべく明るくでもすまなそうに見えるように、説明したが相手の表情はほころばなかったと。それならあなたが食べてくださいと。ごめんなさい、次から気をつけますからと。全部食べてくださいと。販売員が不機嫌に繰り返すので、私は仕方なくジャムとクリームが乗ったミニワッフル10個を食べ始めたと。その場を収めるにはそれしかなさそうだったから。その間グレタはワッフルおばさん、私、そしてこの出来事に気づいた驚いた顔をしながら通り過ぎる買い物客たちから少し距離を取って待っていたと。スーパーを出てグレタを見ると彼女は視線をそらしていったと。だから何なの？匂いくらい嗅いだっていいでしょうと。こういうことですね。そして明日は外国語放送、フランス語ですかね。仏日語ですから、あさって木曜日ですね。42回目、発達障害児の家族と。これ1ページで短い。その次がグレタのお気に入りの論争というところで、ですね。ということです。だいたい3分の1が300ページのうち100ページぐらい終わったところですね。3分の1ぐらいですね。土山純一さんですね。お茶箱10とコンティニューコインが2枚ですね。はい。それで、ようやく今日のメインテーマということになりますね。時間が49分4秒。同時期で、ご覧になっている方が35名と。全体で62名。そしてコメントが27件ですね。ということで今日のメインテーマです。今日のメインテーマ、世界支配階級イコール回収ユダヤロシアで国際金マフィアの秘密結社イルミナティの意思決定者は一体誰なのかということですね。ナンバー1で、私はこの間4回にわたってメインテーマとして2005年6月にロンドンシティで開かれたイルミナティ秘密会議に招待された英国高官が会議の内容をプロジェクトアバロンのビル・ライアンのインタビューの中で暴露したことを取り上げたと。そうですね。4回取り上げたんですね。その中で以下のような英国高官の発言があったと。で、長いインタビューの中の一部ですよね。ダブルって言うんですね、その高官。それは確かですと。私が聞いた話では、彼らは意思決定をするグループではないということですと。彼らは実践部隊とでも言うようなグループですと。彼らは時々会議を開いて、今何がなされて
なされないといけないのか、たった今何がなされようとしてんのか、これから何がなされるべきなのかを話し合うと。そして彼らはまたちりぢりに自分の場所に戻っていき、この会議の話し合いの結果として彼らがなすべきことを遂行すると。でこの英国高官の話によれば、2005年6月のイルミナティ秘密会議に参加した25から30のメイソン後遺者イコールイルミナティ幹部は、他の誰かがすでに策定したイルミナティ計画行動の実現度合いをチェックする任務を与えられた実践部隊であり、意思決定者ではないということ、そういうことなんですね。それでは行動計画を策定したイルミナティ意思決定者とは一体誰なのかというのが今日のメインテーマなんですね。でその中の一人は秘密結社イルミナティの最高幹部、フリーメイソン第33位と。フリーメイソンはものすごいヒエラルキーがあるんですね。ヒエラルキーがあるんですね。でもともとのフリーメイソンっていうのは3段階しかなかったんですよ。いわゆる弟子、徒弟、それから職人、そして親方と。萎縮ですからね、フリーメイソンというのは。萎縮の共同組合みたいなもんですよね。だから中世、というのは、ヨーロッパ中至る所で教会、石を使った教会の建築現場があったから、その建築現場を渡り歩くという萎縮の共同組合があって、イルミナティがあって、そこに所属することによっていろんな便宜が与えられるということですね。で特に各国国境をまたいで、作業するんで、例えばお金送金する場合とかですね、そういうネットワークを持っていったわけですよね。だから3つの段階しかなかったと。徒弟と職人と親方と。でそれをイルミナティが乗っ取ったわけですよね。それで33回の、高度なヒエラルキーの組織に変えちゃったんですね。それでトップをイルミナティの幹部がトップを独占するということでトップを奪っちゃうということで、ですから全世界、400万とか500万人と言われるフリーメイソンの会員たちの 99% はその最高トップがイルミナティに、独占され、彼らの行動計画のために、フリーメイソンが利用されているってことを知らないわけですよね。ほとんどの人が、フリーメイソンに入るといろんな名誉があると、それからビジネス上でもいろんなメリットがあるということで、自分たちが功を遂げた成功者だの印としてフリーメイソンに参加するという人がほとんどなんですね。でそのトップがイルミナティの世界、統一政府樹立のための人口削減計画とか第三次世界大戦の勃発とかですね、そういうイルミナティの行動計画のことは一切知らないで善意で活動しているということでしょう。でそれでは誰なのかと、イルミナティ意思決定者とは一体誰なのかと。でその中の一人は秘密結社イルミナティの最高幹部、フリーメイソン第33位で南軍の将軍であってアルバート・パイクであろうということですね。こういう人間ですよ。で彼は KKK で、リンカーン大統領を暗殺したと言われてるんですね。フリーメイソンですからね。だからリンカーン大統領っていうのは南北戦争の戦費を賄うために、ロシアド等々の金融業者に、融資を依頼したんですね。
そしたら年 25% とか 30% の公利を払えと言って、言われたということで、彼は政府が紙幣を発行するという決断をして、いわゆるドル紙幣の裏をグリーンに印刷して区別したんですね。そして、南軍との戦いに勝ったということで、彼はその南北戦争が終わった後も政府が紙幣を発行するんだという方針を掲げた途端暗殺されちゃったと。で、暗殺したのがこのアルバート・パイクの秘密結社だと。で、それが後に、KKK になったわけですよね。で、なぜかと、このアルバート・パイクは一体なぜイルミナティの意思決定者なのかと。なぜならば彼が1871年に同じイルミナティ最高幹部であったイタリア建国の父ジョゼッペ・マッチーニに送った手紙の中で、イルミナティ行動計画である3つの世界大戦計画っていうのを述べてるんですね。ということで、資料として、画像が1、アルバート・パイクで、画像が2がイルミナティカードのさっき示しましたけど、第3次世界大戦が予告されているということですね。ワールドウォー3と。で、アルバート・パイクの経歴ですね。ハーバード大学卒業後、弁護士、詩人、多作な作家として活躍していた南部連邦の将軍アルバート・パイクは1857年に秘密結社イルミナティの最高幹部、フリーメイソンスコティッシュライト最高位33階級となり、黒い教皇と呼ばれるようになったと。彼はアメリカ南北戦争捜査の特に南部総指揮者であり、オハイオ州シンシナティに本部を置いた秘密結社金の輪の騎士たちがリンカーン暗殺に関与したことが明るみに出た後、その名称を KKK に変更した当事者であるということなんですね。で、このジョゼッペ・マッチーニというこのイタリアの最高位の、イルミナティ最高幹部に宛てた手紙、1871年に宛てた手紙の中に、世界統一政府樹立のためには3つの世界大戦が必要だというふうに言ってるんですね。で、何を言ってるかというと、1回目はロシアを倒すためと、2回目はドイツを倒すためと、3回目はシオニストとイスラム教徒がお互いに、滅ぼし合い、いずれ世界の国々もこの戦争に巻き込まれると。それが最終戦争にも結びつくだろうと。で、第一次世界大戦はツァーリズムのロシアを破壊し、広大な土地をイルミナティのエージェントの直接の指揮下に置くために仕組まれることになると。そしてロシアはイルミナティの目的を世界に促進させるためのお化け役として利用されるということですね。これは第一次世界大戦で、1917年のロシア革命っていうのはまさにそうですよね。ツァーリズムを倒したわけですよね。そしてボルシェビーキのロシア革命によって、共産主義社会、共産主義政権ができると。で、その共産主義政権というのはいわゆるマルクスの言う1948年に出版した共産党宣言の中で言われているように、資本家から生産手段を奪い取ってプロレタリアートの手に、戻すんだということを実践したわけですね。ただそのプロレタリアートの手に戻すというプロレタリアート労働者階級はプロレタリア
共産党の一党独裁の下で、全、生産手段を一括管理するということになって、それじゃあそのロシア革命を実現したロシア共産党、ソ連共産党のほとんどが回収ユダヤ人だったということなんですね。だから結局はイルミナティが資金援助し、軍事援助し、戦力指南を行って起こしたロシア革命は、彼らが共産党、ソ連共産党の一党独裁のトップを握ることによって、全人民のいわゆる、国民資産を彼らが一元的に支配するようにできるようになったということなんね。だからこのアルバート・パイクが言ってるようなことを実際に起こしたわけですよね。だから40年前に彼が予告したことでしょう。計画として1871年ですから、ロシア革命が1917年ですから、第一次世界大戦は1914年ですから、それよりも40年前にアルバート・パイクが構想してた計画なんですね。で、第二次世界大戦はドイツの国家主義者、これはヒトラーですよね、ナチスと政治的シオニスト、パレスチナ地方にユダヤ人国家を建設しようとする人々の間の圧倒的な意見の相違の操作の上に実現されることになると。その結果、ロシアの影響領域の拡張とパレスチナにイスラエルか。イスラエル国家の建設がなされるべきであるということだね。だから第二次世界大戦というのは1939年ですから、80年前にアルバート・パイクは第二次世界大戦構想というのを計画として持ってたということでしょ。で、ドイツの国家主義者と、それから政治的シオニスト、回収ユダヤですね。これの圧倒的な意見の相違のもとで、第二次世界大戦が起こるんだと。で、その結果、ソ連の影響力が拡大すると。そしてパレスチナにイスラエルという国家が誕生するんだと。その通りになったんですよね。そして第三次世界大戦はシオニストとアラブとの間にイルミナティエージェントが引き起こす意見の相違によって起こるべきであると。世界的な紛争の拡大が計画されていると。これは第三次世界大戦。だからまさにシオニストっていうのがイスラエルですよね。イスラエルと、それからこの2005年6月のロンドンシティでのイルミナティ秘密会議の中で言われているイスラエルと、それからイランとの間の限定核戦争の構想っていうのはまさにこのことなんですね。シオニストとアラブ人の間にイルミナティエージェントが引き起こす意見の相違によって起こるべきであると。世界的な紛争の拡大が計画されていると。恐ろしいですね。というのが今日のナンバー1です。サイダリアさんのお茶がすごいですね。1,2,3,4,5,6杯ですね。ありがとうございます。ということで、驚くべきことですよね。第一次世界大戦、第二次世界大戦、そして第三次世界大戦のことも今から1871年ということは何年前？今年が2020年引く1871、これ
2020年引く1871だから150年前ですよ。150年前に自分たちが最終目的として策定した改宗ユダヤ人による世界統一政府樹立によって世界を一元的に支配するんだと。神によって選ばれた改宗ユダヤ人がそれ以外の多宗教あるいは無神教の者たちを家畜として家畜の財産とか命を自分たちが自由にできるんだという世界統一政府を樹立するんだという目的を実現するために3つの世界大戦が必要だということを今から150年前にもうすでに彼らは策定してたと。そして実行したんですね。第一次世界大戦、そして第二次世界大戦、そして現在第三次世界大戦勃発のためにさまざまに、イスラエルの二体首相ですね、あるいはトランプとかさまざまなエージェントを使ってシオニストとアラブ人との間に亀裂を生じさせるという策動が行われているということですね。こんばんは。ノアの箱舟の映画を少し前に見ましたということですね。長久南賢さん、ノアの箱舟で、結局あれですよね、神を信じる者のみが救われるということで、ノアの箱舟に、乗って最終的にはアララト山に行くんですよね。トルコの東端にある5000メーター級の富士山に行ったアララト山で、日本の千円札、今ちょっとここにないですけど、千円札の裏のいわゆる本栖湖に映った富士山の逆さ富士っていうのは実際の富士山の逆さ富士ではなくてアララト山がそこに描かれてるんですね。なぜかというと、ノアの旧約聖書のノアの箱舟が最終的に漂着したところがアララト山だということなんで、ノアの神話を日本の千円札の中に埋め込んだんですね。これは福井ですよ。福井総裁の時に、だから福井っていうのはもうそのイルミナティが指名した、日銀総裁に指名した、送り込んだイルミナティの工作員ですよね。だから今の、黒田とかその前の白川とか歴代の日銀の総裁っていうのはもう完全にイルミナティが選んで総裁に、任命して工作員として送り込んだと。日本人エージェントですよ。何の話ですかね。そうか。ということで今日のメインテーマのポイントをアップします。で、私はこの間4回にわたってメインテーマとしてこのロンドンシティでのイルミナティ秘密会議にたまたま偶然招待されたイギリス高官の会議内容の暴露、これは
プロジェクトアバロンのビル・ライアンがインタビューした中で暴露したんですね。でその中でこの高官はその会議に出席してた25から30名のいわゆるフリーメイソンの高位の人、高い位置の人たち、有名人もたくさんいたと、政治家もいたと、保守党の政治家がいたと、貴族もいたと、あるいは軍の最高幹部もいたと、警察の最高幹部もいたと、全部イギリス人の白人だということなんですね。でも彼らは最高意思決定グループじゃなくて、すでに決定された計画の進捗具合をたびたび集まって、どうなってんのかと、予定通り進んでるかどうかと、あるいは何が原因で進んでないのかと、そして今何が行われているのかという情報交換をたびたび秘密会議で行っていると、こういうことなんですね。でその中でこの高官が言ってるのは、ここに集まっている人たちは意思決定グループではないんだと、すでに誰かが決定した計画を実践する部隊なんだというふうなことを言ってるわけですよね。だからイルミナティでも幹部なんだけど、最高幹部とはまた別の実践部隊だということでしょう。最高幹部は本当少数で、おそらく全世界でおそらく13人ぐらいじゃないですかね。13という数にこだわりますからね、彼らは。そしてその下におそらく300人ぐらいの300人委員会っていうイルミナティの幹部がいて、実践部隊が300人いると。だから最高トップが13人で、その下に300人いると。そしてその下に300人の最高幹部の命令に従う忠実な工作員が世界中に何千人何万人いると、そういう構図じゃないですかね。でこの英国高官の話によれば、この会議に出席した25名から30名のイルミナティ幹部は他の誰かがすでに策定したイルミナティ行動計画の実現をチェックする、進捗状況をチェックする任務を与えられた人たちと、意思決定ではなくて実践部隊だということなんですね。だから彼らの下に工作員がいて、それぞれ工作員に指令を出すと。イルミナティは13家族ですと。雪丸正13、そうでしょうね、13なんですよね。だから最高意思決定は13人だと。1家族に1人トップがいて、13人が意思決定しているということじゃないですかね。ロスチャイルド・ロックフェラー以外に11家族ですと。あまり聞いたことのない名前だったと記憶してますと。これちょっとあれですね、調べましょうね、13家族の名前ね。だからイギリスの貴族、あるいはアメリカの財閥なんかが入ってるんですかね。
オッペンハイマーなんか入ってるんですかね。それでは誰なんだと、意思決定は。でその意思決定者の一人としてこのアルバート・パイクがいるだろうと。なぜならば彼が1871年にイタリアのイルミナティ最高幹部であるジョゼッペ・マッチーニに送った手紙の中でイルミナティ行動計画、すなわち3つの世界大戦計画を述べてるんですね。で、何かということですね。何を述べているかと。雪丸丸さん、スイスに隠れ家があって今そこに立ってこもっているそうですという。おそらくあれでしょうね、スイスのバーゼルにある BIS 国際決済銀行、奇怪な形をしたビルですよ。地下に私は総司令部があるんじゃないかと思いますね。イルミナティの誰も立ち入ることができないという厳重に警備された国際決済銀行ビス、それの地下が総司令部じゃないかと私は推測してますけどね。だから核戦争があっても彼らはそこにこもれば10年でも生き延びられるほどの全ての、食料なり空気なり、等々が揃ってんじゃないですかね。アルバート・パイクはイタリアマフィアの父なんですね。このイタリア建国の父でありマフィアの父だと。ジョゼッペ・マッチーニと、イタリア的な名前ですよね。宛てに送った手紙の中で言ってるんですね。3つの世界大戦、次のように書いていると。第一次世界大戦、ロシアを倒すと。第二次世界大戦、ドイツを倒すと。第三次世界大戦、シオニストとイスラム教徒がお互いに殺し合うと。そして、周りの国々を巻き込んで第三次世界大戦になるということですね。で第一次世界大戦はツァーリズムのロシアを破壊し、広大な領地をイルミナティのエージェント、これボルシェビキ、レーニンなんかですねの直接の指揮下に置くために仕組まれることと、そしてロシアはイルミナティの目的を世界に促進させるためのお化け役として期待されると。まさにその通りになったんですね。お化け役ですよ。
で第二次世界大戦としてドイツの国家主義者と政治的シオニストパレスチナにユダヤ国家を建設しようとする人々の間の圧倒的な意見の相違の上で実現すると。第一次で第二次ですね。その結果ロシアその結果ロシアの影響拡大影響領域の拡大とパレスチナにイスラエル国家が建設された。で第三次世界大戦はシオニストとアラブとの間でイルミナティエージェントが引き起こすということで、意見の相違によって起こるべきであって世界的な戦争に拡大されていると、拡大するように計画されていると。それでキリストの教会と無神論の破壊の後、ルシファーの宇宙的開示により真の光が抑えられると。これイルミナティですよね。ルシファー、悪魔教ということです。驚くべきことですよね。150年前にこういうことを計画してたと。それが面々と続いていると。そして3つの世界大戦のうち2つがまさに実現されちゃっていると。で現在3つ目の第3次世界大戦にまっしぐらに進んでいるということですね。それじゃあ我々はどうしたらいいのかということで、結局は彼らのいわゆる世界支配階級の力の源泉である金融権力を破壊すると。金融経済を破壊し、金融権力である4つの信用相続特権を剥奪するという市民革命が必要だと。それしかないと思いますね。解決方法。世界各国で革命市民が中心になって市民革命政権を樹立して、そして、金融経済に課税すると。そして同時に、中央銀行を国有化すると。あるいは政府の国債発行権を剥奪すると。中央銀行の貨幣発行権を剥奪すると。それから国債発行権を剥奪して国債発行をやめさせると。そして、民間銀行が預金者の預金の 1% を中央銀行に予託するだけで100万円の余震が与えられるという無からお金を生み出す詐欺システム、準備預金制度を廃止すると。民間銀行なんかいらないよということですね。もう歴史的役割は終わったと。すべての金融サービスは無利子で安い手数料で中央銀行がやればいいんですよ。国有化し国民化された中央銀行が。で4つ目が金持ちとそれから金融機関銀行が永遠に肥え太る金が金を生む金利制度をやめると。無金利にすると。この4つですよね。そして金融経済に課税して 5% の金融商品取引税を課税して、実体経済の20倍30倍50倍の規模に膨れ上がり、実体経済を完全に破壊し始めた金融経済に課税して莫大な新たな税収を確保し、
そしてその税収の中からいわゆる、ミニマム最低生活保障金制度とか、あるいは子ども手当とか、あるいは教育の完全無償化とですね、あるいは社会保障制度の充実等々ですね、等々の財源にすると。そうすればどんどん金融経済というのは縮小するということでしょうね。それしかないんじゃないですか、我々に残された道は。だからその第一歩として市民革命政権として山田太郎を首相にする市民政権を樹立すると、日本で、そのチャンスが今訪れたということでしょうね。自公政権、ファシスト政権を打倒する唯一の方法というのは、山本太郎を主犯にする 100%、純度 100% のいわゆる純粋野党の統一戦線で戦うということですよね。従来みたいな純度がない偽装野党、自民党の別動隊の野党は入れないということですよ。のこのこさん、コンティニューコインですね。ということで、現在、もう1時間半になっちゃうんですね。ちょっと急ぎましょう。トピックス。聖火リレー前に IOC 決断かと。東京大会延期か中止で5人、消滅もという日刊現代。もうできっこないですよ。だからおそらく IOC は放映権の莫大な1000億とか1500億円の放映権の権利を売っちゃってるんで、そのために、延期じゃないですか。中止っていうのは彼らにとってはやりたくないということで、おそらく2年間の延期でしょうね。だから4月の初めぐらいに IOC は突然発表するんじゃないですかね。安倍が抵抗しても関係ないですね。決定権は IOC にありますんで。それから安倍首相、五輪を予定通りにしたいと言ったが IOC が緊急対策会議、これ半行ですね。ちゃんと見てますよ、韓国のメディアは。これは、URL 別にしないと。ハンギョレっていうのは非常に記者の質が高いんでしょうね。雪丸さん、五輪憲章には延期は年内と書かれているそうです。2年というのはないのか。年内は到底無理でしょう。ということは中止なんですかね。からドイツの製薬会社の新薬コロナワクチンを独占しようとしていたトランプ、世論の袋叩きにあったと。半魚レですね。これ半魚レ、非常に分かりやすいですよね。半魚レの、記事は。日本のメディアの記事っていうのは自分の意見出さないですからね。識者の意見とか、こういうふうに言われてるとか、何なんだろうね。そしてスペイン国王スキャンダル続きの実父の手当を剥奪ということで、この前国王、スペインの国王っていうのはもう汚れた金まみれ、サウジアラビア等々から莫大な金、賄賂を受け取ってたというとんでもない親父なんですね。だからスペインの、左派政権もも
王政を廃止するとやればいいんですよ。日本の天皇制も廃止と同じようにスペインも王政廃止と。これはもうフランコのファシスト独裁を延命させるための王政ですよね。ということから今日の重要情報として、安倍首相の東京五輪は予定通り開催発信に世界中でツッコミの嵐と狂ってるお花畑、参加するのは日本だというリテラですねそうですよ。国際世論はもう中止しかないというのが常識じゃないですかね。安倍と日本のマスコミはあれですもんね、東京五輪の共産団体になってるんで、中止との論調っていうのは出さないんですよね、最後までね。ということで、今日の放送終わりです。時間が91分37秒、同時期で42名様、全体で121名様、コメントが57件ですね。で、現在日本時間で11時47、もう12時近いですね。ということで、今日そっか、開始が遅くなりましたんでね、申し訳ないですね。真夜中になりましたね。ということで今日の放送終わりです。たくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんのギフトいただきました。ありがとうございました。で、明日水曜日は普通日後放送ですね。9時から9時半の間に開始できると思いますので、よろしければまた合流してくださいということで今日の放送終わりです。お疲れ様でした。終わります。